こんにちは、こま太郎です。さて、今回は検証です。こちらの Ryzen G シリーズ、そして Ryzen 第2世代ですね。そしてこちらのメモリです。以前ですね、Ryzen G の全アーキテクチャ、そして第2世代 Ryzen の全プラスアーキテクチャで、メモリのデュアルシングル構成で性能が変わってくるかっていう動画を上げたんですけども、そうした中で、使用する周波数のメモリクロックでどのぐらい影響があるのかというコメントをいくつかいただきました。で、私以前記事のために少し検証したことがあるんですが、全アーキテクチャに関してはメモリの周波数影響かなり受けやすいなと思ってます。ですが、全プラスアーキテクチャに関しては低スペックから中スペックのグラボと CPU を使うならそこまでシビアな影響はないと思ってます。あくまで強調したいのは低スペックから中スペックということですね。ハイエンドクラスは検証はしたことないのでちょっと私にはわからないです。ただこのあたり皆さんもいろいろ考え方があると思いますので、動画見終わった後ぜひコメントをお待ちしております。検証方法は Ryzen 5 2600と Ryzen 5 2400G を使います。グラボは RX570 および RTX2060 を使います。最初はやっぱりシネベンチですね。OpenGL の値を主に比較していきます。まずは Ryzen 5 2600と RX570 の組み合わせです。一応ですね、やはり周波数によって性能に差は出ています。2133と2933を比べるとだいたい 10fps ぐらいは変わってきています。ただ個人的には2400と2666と思ったよりは差が出てないなという印象です。続いては RTX2060 との組み合わせです。こちらも一応周波数に応じて順当に変化はあります。ただ先ほどよりも2133、2933、7fps ぐらいの違いなのと、やはり2400と2666と、大きな差と言われると、ちょっとそんなでもないかなっていう気がします。では、全アーキテクチャはどうかということで、Ryzen 5 2400G ですね。こちらは2133と2933だと 13.5fps ぐらいは違うので、全プラスアーキテクチャよりは明らかに FPS に差があるなと思います。また2400とも 7fps ぐらいなので、それなりに大きいかなという感じですね。続いては DirectX11 ベース Firestrike のベンチマークです。まずは全プラスアーキテクチャ Ryzen 5 2600 RX570 の組み合わせです。ご覧になるとわかりますが、ほぼ同じです。この動画では2133が一番大きくなっていますが、Firestrike 基本的に誤差があるというか、結構数値は揺れ動くので、これはもうほぼ同等と言っていいと思います。つまりはですね、周波数による差が出てないということになります。GeForce RTX2060 の結果です。こちらに関しても、ほぼ同等、誤差範囲内と言えそうです。もう少し周波数によって差は出てくるかなとは思ったんですが、明確な差は得られませんでした。続いては全アーキテクチャの Ryzen 5 2400G です。こちらはどうでしょうか？こちらは私の個人的な感想としては明確に違いが出たなと思います。2133と2933で500ぐらいの差ではあるんですが、周波数に応じてだんだんと上がっていますし、何度か検証したんですが、この傾向は変わりませんでした。では次はですね、最近だんだん対応しているゲームが増えてきた DirectX12 ベースで見ていきます。ナイトレイドのベンチマークになります。全プラスアーキテクチャ Ryzen 5 2600と RX570 の組み合わせです。こちらもほぼ差がないと言っていいですね。
ダイレクト X11 と同様、大きな変化は見られませんでした。続いては RTX2060 ですね。こちらに関しては、2133と2933は若干差が開いてるかなという感じはしますが、2400と2666とはあまり大きな差はないように見えます。で、2133と2933のこの数値の差で、どれだけ実際のゲームに影響出てくるかっていうとちょっと微妙なところですよね。では、全アーキテクチャの Ryzen 5 2400はどうでしょうか。こちらに関しては先ほどの DirectX 11ベースの Firestrike と同様、傾向は出てるかなと思います。2133と2933を見ると1400ぐらいは違うので、このスコアに対して1400の違いっていうのは結構大きいんじゃないかなと思います。2666とはそこまで差はないかなとは思いますが、動作クロック、メモリの動作クロックによって性能差はありそうです。ベンチマークを見てきましたが、実際のゲームではどうかというのを測っていきます。今回はデビルメイクライ5を利用します。こちら決まった形で測定がしやすいというのと、コンフィグファイルでダイレクト11、12を変えられるので、こちらでまずは計測していきます。なお、グラボの負荷を考慮して低画質設定で測定しています。まずは、ダイレクト X11 ベース、Ryzen 5 2600と RX570 です。どうですかね。若干 2133MHz が少しだけ FPS 落ちてますが、それ以外はもう同じと言っていいのではないでしょうか。2133もこのぐらいの FPS の落ち方であれば、この数値を見ていなければ多分違いほとんど感じられないんじゃないかなと思います。続いては RTX2060 ですね。こちらも2133、若干 3、4fps は落ちていますが、2400MHz 以上は基本的には同じとなっています。RTX2060 は RX570 よりもかなり性能が上なんですが、グラボの性能が多少上がったとしてもそこまで大きな差が出なかったということになります。では、全アーキテクチャの Ryzen 5 2400G はどうでしょうか。2133と2933でだいたい 5fps ぐらいの違いがあります。5fps ぐらいだったら大丈夫なんじゃないのっていう考え方もありますし、絶対的な FPS の数値が少ないので、その少ない中での 5fps を占める割合はでかくなっていますから、大きな差という捉え方もできると思います。あとは2666に関しては2933と違いがありませんでした。では、DirectX12 ベースも見ていきましょう。全プラスアーキテクチャ Ryzen 5 2600と RX570 です。やはりこちらも2133と2933だと多少の FPS の差はあるんですが、大きな差かと言われると個人的にはそこまでではないかなと思います。で、2400、2666になるとさらに小さくなります。ちなみにですが、画質を中画質、高画質と上げるごとにだんだんこの差はなくなってきます。では RTX2060 ではどうでしょうか。こちらに関しても違いがないと言いますか、なんなら2400ちょっと高くなってしまってますが、これは継続の誤差だと思うので、やはり違いは出てないっていうのが答えになると思います。この描写の時あんまり CPU を使ってないゲームなので、そういう意味でメモリの動作クロックもそこまで影響を与えないということなのでしょうか。最後に全アーキテクチャ Ryzen 5 2400G ですね。こちらもダイレクト11ベースと同様に差が出ています。
2133と2933で、絶対的な FPS が少ない中、だいたい6とか7ぐらい違うので、性能差はあるということになります。ただやはり2666とはそこまで明確な差はありません。ではですね、もう少し別のゲームで検証していきたいと思います。RTX2060 を使ってアンセム低画質設定でやっています。こちらに関しても、同様ですね。2133と2933では差が出ています。なので、ゲームが変わっても、こういった傾向は変わらないということになります。ちなみに、高画質設定でもテストをしてみました。基本的には先ほどと同じような傾向になってますが、2666との差があまり出なくなってきています。ではもう一つ、アサシンクリードオデッセイのベンチマークを回していきます。一番低画質設定です。こちらも同じように2133とは差が出てるんですが、2400と2666とはあまり差が出ていません。で、今度はですね、真逆に振って最高画質設定で高負荷をかけました。こちらに関しても2133とは差があるんですが、なんと2400と2600とですね、逆転してしまいました。これは多分誤差だとは思うんですが、つまり明確な差が出なくなってきているということだと思います。続いてはですね、GTX1050Ti4GB を使って比較的軽いエースコンバット7をベンチマークしています。一番低い低画質設定です。先ほどの RTX と違って、周波数ごとに一応明確に FPS の差は出ています。2133は2933に対して 10fps ぐらいは違うので結構違うように見えるんですが、パーセンテージではだいたい 5% から 6% ダウンというところなので、先ほどの RTX2060 とあまり変わりません。今度は逆に重めのゲームアンセムでテストをしています。低画質設定です。2133と2933のみなんですが、差はちょっとあるんですが、ほとんどなくなってしまってます。明らかに先ほどのエースコンバットの時よりも FPS の差は縮まっています。はい。ということで、メモリの周波数による FPS の違いをいろいろ検証してきました。で、その結果、個人的な見解をまとめると、まず全アーキテクチャ、古いアーキテクチャなんですね。に関しては、やはりメモリクロック、周波数による性能差は出やすいなと思いました。特に2133と2933では、15% から 20% 台の性能差はあるので、かなり大きいのではないでしょうか。対して全プラスアーキテクチャは、グラボの性能によるのかなと思います。というのも、比較的軽いゲームだったり、軽い画質設定の時は確かに周波数による差は出ていて、2133と2933では 5% から 8% ぐらい違っていました。ただですね、高画質設定にしたり、負荷が重いゲームをするとその差があまり出なくなってきていると。なので、つまりですね、エントリー向けとかミドルクラスのグラボになってくると、先に性能が限界が来るゲームが多くなると思ってまして、そうすると、そこまでメモリクロック、周波数の差って影響が少ないんじゃないかなと思ってます。逆にハイエンドクラスになってくると、性能に余裕がある機械が多くなってくるので、そうなってくるとメモリ周波数によって性能差っていうのが顕著に現れやすいんじゃないかなと推測します。で、ここからは考え方の違いになると思うんですが、確かに 1fps、2fps 追うんであれば、やっぱりライゼンはなるべく高周波数に対応したメモリを使うのがいいかなと思うんですが、そこまで、例えば今回だと2400、2666の差が許せるぐらいという考えであれば、むしろ価格が今すごくそのあたり安くなっていますので、コスト重視でそのあたりを選ぶという選択肢もありだと僕は思います。少し動画が長くなりましたが、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。令和の元号がいいと思う人も悪いと思う人も高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。
それではまた。ありがとうございました。